こんばんは、青木です。新幹線に乗って山口県の中心地新山口駅にやってきました。私青木は年末年始のお休み真っ最中でですね、例によってですねまた途中下車をしながら大阪から福岡まで向かっておるんですけども、今回はね山口県を中心に回りたいなというふうに思いまして、で、今日はですねこの新山口に今日から2泊することにしました。秋吉台とかね、湯田温泉とかこの辺ね魅力ある観光地がいっぱいあるんでね、そして、今日泊まる宿に今から行くわけなんですけども、みんな大好きなアルファワンさんでございます。ホテルアルファワンさん、このチャンネルでよくご紹介してるんですけども、とりわけですねここにあるアルファワンさんは、青木旅行チャンネル3回目のねご紹介となります。それだけいいホテルなんでね、今回も張り切ってご紹介したいわけなんですけども、アルファワンさん初めて聞く方、いらっしゃるかと思いますけども、アルファワンさんっていうのは全国チェーンのホテルでですね、東横インさんよりも、古い歴史があるビジネスホテル、元祖ビジネスホテルって感じな、ねところなんではあるんですけども、リニューアルするとこはしててね、しっかりしててスタイリッシュ、本当にねデザインがいい、そんなね、ホテルになってますのでね、さあ発車メロディーにかぶせるなという声が聞こえそうですので、この新幹線レールスター700系新幹線を見送りしてですね、私たちはホテルの方に向かいたいと思います。いやこのモーターの音がいいですね。まだ始まったとか言われそうですけども、新幹線のねモーターの音って、日に日にっていうか新しくなるためにね静かになってきますからね。脈々くんもこんな遠くまでご苦労様でございます。前回ですね、2年半ぐらい前ですね、大阪から福岡までまた途中下車の旅をしていた時にここに、寄っておるんですけども、とあるものがなかったんですね。こんなね新しい駅なのになんでないんだみたいなねそんなツッコミをですね、実は最近ですねそれがここに設置されたそうなんで、それを見に行きたいと思います。おおすごい、2年前になかったものがありますですぞということで、これですね自動改札です。そう、駅自体はね2年前で、もっと言うと3年ぐらい前からねこういう風に新しかったんですけど、自動改札はねなかったんですよ。駅員さんがね手でやってたっていうのがね、新しい駅舎とすごい対照的だったんですけども、ついにですねこの駅にも自動改札が登場しました。さあ今回泊まる宿はですねアルファワン小郡さんでございます。あれ青木さん、ここ新山口でしょってね、ツッコミが聞こえると思いますけども、そうなんですよ。ここはですね駅名を実は改名してるんですね。2003年のぞみ号がね、新幹線のぞみ号が止まるようになりまして、で、それと同時にですね、名前を小郡から新山口という風に変えてます。なので昔の名前なんですね。2003年って言うとねもうすでに20年以上時が経ってますけどもね、この土地に30年も40年も住んでいる人にとってはですね、まだまだ小郡っていう名前の方がね馴染みがあるかもしれないですね。ということでまた肝心なところでおとなしモードで録画してしまいました。ということでここからですね、お部屋に行くまでですね後撮りでお届けします。エスカレーターを降りてですね、すぐの信号を渡ってでまっすぐ行きます。でこの工事しているビルの後ろ側に、ホテルが見えてきます。このビルね、ビルというかマンションみたいですね。前回2年半前に来た時は、なかったっていうか工事してなかったんですけども、この辺りもね徐々に新しくなっていくんでしょうね。で工事してるビルもう一つありますね。横断歩道を渡ってその工事してるビルの後ろに見えてきました。ホテルアルファワン大郡ってちゃんと書いてありますね。さあそしてこちらがホテルの入り口になっています。この宮殿を思わせる照明の使い方がいいですよね。夜だとねもっと綺麗になりますよ。さあそしてこの回転扉が付けられそうなドア、そしてここに下にアルファ1ってちゃんと書いてあります。そして入ると段差があるんですね。でもねちゃんとこうやってバリアフリーにも対応してるのがいいですね。こうやって自動チェックインがあって、ほんと古き良きビジネスホテルでありながらハイテクなんですよね。1階のエレベーター前にアメニティコーナーがあって、最近のホテルではねよくこういう風にしてるところ多いですけども、アルファワンさんの場合はですね、歯ブラシとかですね、カミソリ、お茶とかに加えてこうやっておつまみとかもね無料で持っていけるようになってますね。さあ今回は最上階の1個下9階でございます。そして部屋のある9階にやってきたらですね、電子レンジとそして、左側にですね自販機があるんですけども、
アルファワンさんではほぼ各階にですね、こうした形でソフトドリンクとお酒が一緒に売っている自販機があります。そしてこれ見るとですね、プレモルが260円で売られてます。これね、2年前3年前からあんま変わってないんですよね。物価高騰どこ行ったみたいな、そんな値段でですね、高級なビールが売られているのがね、アルファワンさんの特徴です。下手したらコンビニより安いんじゃないかな。さあ、ということでやってまいりました。いや3回目のアルファワンおごりさんでございます。いやこのアルファワンおごりさんってね、僕勝手にハイテクアルファワンとか言ってるんですけども、もうチェックインのね自動でできるやつとかも、これもね2年半前にはなかったんですけども、入れたりとかね、積極的に新しいものをね入れてる、そんなね印象があります。でもねちゃんとアルファワンさんの伝統を残しつつってね、やっぱこれがね本当アルファワンさんの鏡みたいな、そんなですね、ホテルになってます。さあではですね見ていきましょう。こちらにですねベッドがありますけども、ちょっと広めにね取られてますよね。で、こちら冷蔵庫がございまして、これスイッチを入れるとですね、動くことが、動かすことができます。でこれ椅子なんですけど、この椅子もね本当に新しいオフィスとかにあるようなですね、本当スタイリッシュで座り心地が良さそうなものが用意されていますね。で、アルファワンさんは大浴場ね、こちらございます。この後行きたいと思いますけども、でコンセントがここにそうです3つありますね。これは使い勝手良さそうですね。でアルファワンさんの特徴、この机の上にねこう電気と鏡ねセットが置いてあるのがですね、特徴になってますね。でゴミ箱がこう2つあるんですけども、これ燃えるゴミと燃えないゴミの分別っていうようなね、そういう決まりみたいなのはないんですけども、カンカンとペットボトルとですね、あと普通のゴミみたいな感じで分けてあげるとですね、親切なんじゃないかなと思います。さあでテレビなんですけども、アルファワンさんはね昔はこの辺に20型ぐらいのテレビが、置かれていたんですけども、こういう風に大きいやつ、これはね最初にここに来た3年ぐらい前からもね、しっかりこれがですね、設置されてますね。だからハイテクなんですよね。さあハイテクなんですけども、ここにですね僕がアルファワンが何で好きかっていう一つの理由があるんですけども、これね何か分かりますか？ラジオなんですよ。そうホテルでラジオが聴ける、昔は良かったんですけど今はね、なくなりつつあるんですが、アルファワンさんにはですねほぼ各ホテルに、これがあります。じゃあちょっと動くかやってみましょうかね。お、いいですね。僕が一番おすすめしてるのはね、この一番右にある BGM っていうチャンネルなんですよ。でこの BGM っていうチャンネルはどっかのね有線のチャンネルかなんかを流してると思うんですけども、ずっとですねインストロメンタル音楽が流れていて、本当にね聴いてて心地いいんですよね。さあそしてこちらですよ。これね本当古くからあるビジネスホテルっていうイメージをね覆してくれる清潔さがですねあります。だから古き良きところをね残しつつ、新しくするところ、清潔にするところはしっかり清潔にしてくれてる、そういうですねアルファワンさんの思いがですね、これでここの特にねバスルームなんかを見ていただくと伝わってくるんじゃないかなと思います。さあではさっさと風呂に行きましょう。僕がおすすめしている、大浴場がついているホテルの泊まり方なんですけども、早い時間に行った方がいいです。早い時間に行くと他の宿泊者の方がまだ外に出ている可能性も高いので、下手したら貸し切りみたいな感じで余裕を持ってお風呂に入ることができます。はい、思いっきり青木さん出てきちゃってますけども、タオルはですねお部屋から持っていくような形になります。はい、ということで2階にこんな形で大浴場の入り口が設置されてます。でコインランドリーもこの中にあるということです。さあではお出かけしていきましょうかね。ここに泊まってたらねあそこに行くだろうって、昔から動画見ていただいている方は感づくかもしれないですけど、はいスーパーに行きます。アルクというですね、これ山口県に結構たくさんあるスーパーがこの近くにありまして、アルク小郡店っていうんですよね。そうこのねスーパーの名前小郡なんですよね。どんだけねこの地名が親しまれてるかっていうのがよくわかると思うんですけども、でお風呂の感想なんですけども、狙い通りですね、はい貸し切りでした。いやほんとねもう最高ですよ。大浴場の、浴槽で、体を大の字にしてですね、大の字にしたらね溺れちゃうからね、足だけね、足だけ広げてね、大の字みたいな感じで入るこのお風呂もいいですよね。
でこの辺ね結構長いこと工事してたんですけどもう終わってるみたいですね。結構綺麗になったなってなんか子供が成長したのをね見てるみたいに言ってますけど、クリスマスツリーみたいなのがいっぱいありますけども、ここはですね、はい、車通ってるとこは日本の大動脈の一つである国道9号線でございます。京都からですね下関まで伸びている JR の山陰本線に並行してですね伸びている国道になっています。わ、すげえな。ここの橋とかもねもうめちゃくちゃ工事のランプがつきまくってたんですけど、でも一応まだやってるまだやってるみたいですね、こう工事ね。はい面白いなこう来るたんびにね工事やってるっていうね。あちらね信号渡ったところに見えてます、ハルクさんですね。じゃあ買い物してきます。お楽しみの時間でございます。今日は何かなってとこなんですけども、あれなんか部屋の配置おかしくねってね思われた方、そうです。はい、鏡の中の青木氏へようこそって違います。はい、そんなわけございません。窓にねちょっとした不具合があって、隙間風がどう頑張っても入ってきちゃうような感じで、ちょっと直さないといけないっていうことが分かりましたんで、お部屋をですね変えてもらいました。ちょっとね風が気になったんでフロントにお電話したらですねすぐ来てくれて、でお部屋の変更なんかもねもうほんとねものの5分10分でやってくれて、むしろですね僕が荷物を整理して、それで部屋移動してる時間の方が長かったんじゃねえかぐらいなね、そんな感じで、しかもねスタッフの方もしっかりと頭を下げてね、本当にね、いやこれこそがね礼儀ってもんなんだってのをね見せつけられて、僕の方がね勉強したみたいなそんなね感じでした。いやさすがアルファワンさんでございます。さあじゃあ今日はねまずは、こっちからねご紹介しましょう。はい、これ緑色のね麺類がありますけど、瓦風そばって書いてあるんですが、山口県の名物瓦そばっていうのがあって、瓦の上でねこの緑色の麺を焼きます。じゃあなんで緑色かっていうと、これ茶そばが使われてるんですね。さあではねこのタレをかけていただいてみましょう。ではいただきます。そうこれね焼きそばに見えるんですけどねそば普通のそばなんですよね。いただきます。美味しい。このねお茶の、まろやかというか温かい味がですね非常にこのお蕎麦に合ってるんですよね。これ染み入ってるわけなんですよ、お蕎麦の中にね。でこういう周りの卵とかお肉とかの具にね合うっていうですね。いやぜひねこの瓦そば実際ねレストランとかで食べるのもいいんですけど、今回はですねなんと2割引きで売ってましたんでね。いやもうほんとねこのアルクさん京橋に欲しい、それぐらいねお惣菜が豊富なんですよ。でしかも安いっていうね。前回泊まった時の映像になってるんですけども、ちょうどあれですね自動改札が、ない時の映像をですねしっかり映してますけども、ないでしょほら。さあそして今日は珍しくねビールの方が後なんですよね、食べるよりも。ちゃんとねこれに合いそうなやつを買ってきました。朝日の食祭ってやつですね。これをね皆さんと飲むのは初めてかと思うんですけども、これね今もね泡がブクブクブクしてるんですが、朝日ビールってね泡を味わうためにこう、開けるとこ全体になってるやつがあるんですよね。それでは新山口お氷の夜に乾杯していきましょう。乾杯。やっぱり選んでよかったですね。これ本当にね合うんですよ、これ料理に。ビールとね大体チキンとかね唐揚げとかね鶏肉とねビール飲むことが多いんですけども、他の料理ね特にこういう味わい深い料理とも合うビールも実はありましてですね、それがですねこの食祭っていうの代表的なやつ、あとプレモルなんかもねあったりするんですけど、今日はねこれなかなかねスーパーで食祭って売ってないんで、アルクさんで売ってたんで買ってきてみたんですけど、やっぱ正解ですね。本当奥深い味がしまして、クラフトビールとかじゃないんですよね。苦すぎず、でもですねビールの味を保っているっていう、舌にもねちゃんと、感じがあるっていう、そういう味がします。なので本当にねこのお蕎麦とも合いますし、他のですね特に地方の有名な料理とかとも合います。なんかねビール飲んでるっていうよりは日本酒飲んでるみたいなそんなね感じがするのこの食材ってやつなんですけど、普通のビールよりはねちょこっと高いんで、こういうのと一緒に食べる時だけですね用意するっていうので全然いいと思います。
さあということで、皆さんにアルファワンさんを改めてご紹介したいと思います。これがですね、ホテルアルファワンさんの公式ホームページになってるんですけども、振り返ってみると、僕とアルファワンさんの出会いはですね、今からもう12年前になるんですね。当時ですね、東北の方を、夏休み旅行しようかなって探して、ホテルと探してた時にですね、ひときわ安いホテルを、発見しましてですね、で泊まってみたらですね、いやいやいや、この安さで、このクオリティでいいの、こんなね、いいクオリティでいいのかというふうに、感じたのがですね、山形県にあるアルファワンさんですね。はい、1泊3800円だったかな。で、今もですね、時期を選べばなんか3000円とか4000円とかで泊まれるような、そんなね、山形のアルファワンさんなんですけども、今回もですね、1日目が4800円で、2日目がね、明日から明後日の間が5600円だったかな。だから2泊して1万円ちょこっとなんですよね。こんなね、旅行のピーク時期にですね、こんな安く泊まらせていただいてる、しかも大浴場付きで、しかもですね、スタッフの対応もいいと。いや本当にね、感謝でしかございませんけど。はい、ということでチェックアウトしてきました。2泊しまして、今日はですね、12月31日のお昼12時を迎えようとしているところでございます。そう、アルファワンさん、普通はですね、チェックアウト時間10時なんですけども、宿泊料金1泊分の、10% を払うことで2時間延長ができます。今回の場合は560円でですね、2時間延長させていただきました。いや、これも安いですよね。普通ですね、ホテルって1時間延長でも1000円とかしそうな感じなんですけども、朝ゆっくりしたいとかね、ちょっとお仕事したいとか、そういうのでも気軽に使えるのがアルファワンさんのいいとこですよね。なんかスーツケースがね、めっちゃ音立ててますけどね。はい、ということで、私たちは今から新幹線に乗って福岡の方に向かいます。年の最後にアルファワンに泊まれて非常に嬉しい旅になりました。ご視聴ありがとうございました。